はい、皆さんこんにちは。音声翻訳機 YouTuber の中トンです。ちょっと前に banggood.com という中国の EC サイトから音声翻訳機のレビューの依頼を受けて、ボエレオの K1 Pro という音声翻訳機の評価をしました。で、引き続きですね、また新しい音声翻訳機の評価の依頼もいただきましたので、今回ご紹介したいと思います。今回ご紹介するのは、前回と同じボエレオ社の W1 という翻訳機です。で、これ前回は7400円ぐらいだったんですけど、今回のやつは今バングッドのサイトで見ると13,100円、倍近い値段になってるんですね。じゃあ、まずはですね、これちょっと開封します。今回は開封動画いいので、じゃあ開けますよ。せーの、ポン。とりあえず開封しました。で、まずは、これせっかくここに書いてあるので、使い方の説明ですね。まずはここがスイッチですね。スイッチで、ロングプレス、長く押すと立ち上がったり、シャットダウンできますよと。短く押すと、スリープモードになりますと。で、ここで、喋るときは、こっちが言語1、こっちが言語2ですね。A ランゲージ、B ランゲージになっているので、ここを押したり、ここを押したりで会話するボタンになってます。で、下にスピーカーありますよと。結構そうですよね。今までの翻訳機って、これ前のタイプなんですけど、これもスピーカーっていうのは出てないので、これ前面にスピーカーがあるので、結構聞きやすいんじゃないかなと思います。で、ここに、SIM カードが入りますと。で、ここがボリュームですね。で、後ろを見るとカメラがあるというふうになってます。これ、前回の K1 Pro と今回の W1 の違い、値段が前回7400円、こっちが今13000円なんですけど、大きな違いはまず SIM カードが入ることです。K1 Pro の場合は Wi-Fi 接続のみと。で、これは SIM カードが入って、あとルーターにもなりますという違いがあります。あとは、言語はボエルゴのサイトを見てみると、K1 Pro も77、言語ですね。77言語で、W1 の方も77。言語数同じなんです。でも、一つだけ大きく違うところがあるんですよ。で、それは K1 Pro の場合は、音声翻訳エンジンが3 Translation Engines って書いてある。マイクロソフト、バイドゥ、Google、この3つだけなんです。でも、こっちの W1 の方は、その3つプラス、もう一つ iFlytek っていう会社が入ってます。iFlytek っていう会社は中国の会社で、その音声認識のところに非常に強い技術を持っていると。もちろん音声認識だけじゃなくて、そこから翻訳するエンジンも非常に強いものを持ってるんですね。性能的にはね、こっちとこっちで Wi-Fi、SIM カードで Wi-Fi ルーターにもなるっていうのプラス、翻訳エンジンが一つ増えていることでどういうふうに違うのかっていうのは非常に興味あるところです。で、ちょっと前に紹介した WT2 プラス、耳につけるタイプの音声翻訳機なんですけど、これも翻訳エンジンは W1 と同じように、マイクロソフト、Google、バイドゥ、そして iFlytek のこの4社を使ってるんですね。ただ、iFlytek は中国の会社なので、あんまりその日本語の認識のところは、前回ちょっとこれとね、ポケトークを比較したこともあったんですけど、日本語の認識のところについては、ポケトークの方が非常にちょっと強かったところがあるんで、その iFlytek の強いところがどこなのかっていうのは、おそらく中国語とか、あと英語の認識のところで、日本語についてはちょっとどうなのかっていうのはまだわからないです。じゃあ、まずはですね、簡単にどんな風な使い勝手なのかっていうのを試してみたいと思います。まずはこれ剥がしちゃいましょうね。でもこれね、もともとこれケースに入ってるんですよ。なので結構その持った感じの高級感がやっぱりね、こっちに比べてこれかなりちょっと、高級感ありますね。で、ポケトークもなかなかいい感じなんですけど、なんかしっかりとした感じではこっちの W1 っていうの方が手に持った感じはすごいしっかりしてます。はい、立ち上がりましたね。こう見た感じも画面の綺麗さは、やっぱりこっちのW1 の方が綺麗ですね。で、サイズも大きいです。ほら、これ大きいですね。はい、まず立ち上げたらこのように言語を選ぶ画面になりました。日本語はこれ見えます。日本語は一番下ですね。で、次へシステム言語を日本語にして、で、次に Wi-Fi の設定をしますと。これね、
今Wi-Fi のパスワードを入れるんですけど、ちょっとこのキーボードがちっちゃいので、ちょっとこれは打ちにくいですね。あ、でもそうでもないかな。結構、キーボードの打ち心地がすごいいいですね。なので、すごいキーボードちっちゃいけど、思ったほどそんな Wi-Fi のパスワードを入れるのにあまりトラブルはないですね。はい。で、今、日付と時刻が自動設定選べます。タイムゾーンの自動設定。つながったネットワークの状況から自分で探しに行くんだと思います。で、ちなみに今21時22分なんですけど、これの時計は20時22分、中国の時間になっているので、これ多分しばらくしたらちゃんと変わるんじゃないかなと、ちゃんと正しい時間になるんじゃないかなと思います。はい、今ちょっとファームウェアのアップデートをしてて、インストールをしているところです。なんか前回のこれの時は結構ちょっとアップデートもね、今ちゃんと進んでるのかどうかっていうところあったんですけど、これはいろいろ見てて安心できますね。7400円だった K1 Pro と違って、こっちの W1 の方は高級機っていう感じがします。はい、出てるメニューもいろいろ増えてたり、何でしょう、触った感じにしっかり作り込まれてるなと。で、こっちの K1 Pro の場合は、値段が値段だったんで、ちょっと使いにくいなとか、なんでしょうね。やっぱりちょっと安っぽさがあるんですけど、こっちはしっかりしてますね。これなかなかね、持った感じ、なんでしょう。所有した感じの満足度が非常に高い感じがします。じゃあ早速ちょっと翻訳をしてみましょう。はい。じゃあ早速、翻訳を試してみましょう。いつも通り例文については私もクリスタンのレベルまでいった DM 名会話のデイリーニュースから採用します。じゃあやってみましょう。まずは簡単に。こんにちは。Hello. ここにスピーカーがあるので、やっぱり音もしっかり聞こえる感じがします。あなたはどこから来ましたか？ Where are you from? うん。翻訳のスピードもちょっと速いですね。今日はとっても寒いですね。Today is very cold. 今 Wi-Fi で接続してるんですけど、前回この K1 Pro でやった時はちょっと反応が遅かった感じがあるんですけど、こっちの方が早いですね。今あるのでちょっとやってみましょうか。はい。じゃあ一緒にやりますね。今日はとっても寒いですね。Today is very cold. It's very cold today, isn't it? 今同じ日本語をどちらも認識させたんですけど、こっちの方が圧倒的に早いです。W1 の方が圧倒的に早かったですね。翻訳結果もちょっと違ったので、今日本語から英語なんですけど、K1 Pro の方と W1 の方はちょっと違うみたいです。じゃあ、いきます。じゃあ最初はですね、私は父親として3週間の育児休暇を取った。私は父親として3週間の育児休暇を取った。I took 3 weeks of parental leave as a father. はい、翻訳はバッチリですね。じゃあ次いきます。職場でのハラスメントはアメリカで今も大きな問題だ。職場でのハラスメントはアメリカで今も大きな問題だ。Harassment at work is still a big problem in the US. はい、これも翻訳はバッチリですね。じゃあ次。彼は損害賠償として3万ドル以上の支払いを命じられた。彼は損害賠償として3万ドル以上の支払いを命じられた。He was ordered to pay more than $30,000 as damages. はい。ちなみに、デイリーニュースの方は最後が in damages になってるんですけど、こっちの翻訳は as damages になってます。でもこれ普通に通じるでしょうね。次で最後です。そのプロジェクトを終わらせるために急いでいて、私たちは悔やまれる間違いをした。これちょっと日本語の認識難しそうな気もするんですけど、やってみたいと思います。そのプロジェクトを終わらせるために急いでいて、私たちは悔やまれる間違いをした。In a hurry to finish the project, we made a regretful mistake. 例文の方は Rushing to finish the project, we made a regrettable mistake なってるんですけど、こっちの翻訳は In a hurry to finish the project, we made a regretful mistake. In a hurry to finish the project。ここも大丈夫ですね。はい。We made a regretful mistake。regrettable と regretful。
になっているんですけど、これってどうなんだろう。リグレッタブル。これも大体翻訳としては問題なさそうですね。ということで、日本語から英語についてはどの翻訳機についてもそれなりに翻訳精度っていうのは高そうなんですけど、前回評価したこの K1 Pro と、今回のダブルワン、値段が倍ぐらい違うだけあって、実際ね、使い勝手はこっちのダブルワンの方が全然いいですね。で、これ値段が倍といってもそれでも1万3000円なんで、他の音声翻訳機に比べると圧倒的に安いですよね。はい。ということで、このボエレオダブルワン今回評価しました。正直言ってこれかなりいいですね。前回の K1 Pro も安くて良かったんですけど、これも1万3000円でこのなんか充実感、音声翻訳機、私も今までいろいろ触ってきましたけど、結構いい感じです。はい。あとはちょっといろんな違いっていうのを、やっぱり音声翻訳機の王様、王者であるポケトークとか、あとはアローズハロー、イージートークとか WT2 プラス、そういった他の翻訳機ともこれから比較していこうと思います。今回はボエレオの音声翻訳機 W1 を試してみました。このチャンネルでは音声翻訳機についていろいろ評価をしたり実験をしたりしてますので、ぜひですね、チャンネル登録をよろしくお願いします。では皆さん、また会いましょう。さようなら。